OK? 日本語大丈夫ですか？ OK? 日本語はじめまして、僕はオズです。カナダから来ました。僕の犬メープルです。メープルもカナダ人です。実は2人はいつ7年前7年前ぐらい日本来た。一緒に飛行機乗って、今日は初めて英語のじゃなくて日本語のビデオ作りたいと思って、僕の本当のチャンネルは Ozzy Awesome というチャンネルです。そのチャンネルで日本の紹介と僕の人生のいろいろ紹介して全部英語の動画です。僕はやっぱり日本語下手ですからもっと勉強したい、もっと話したい。勉強するの嫌い、あまりしない。だから7年住んでも日本語はすごく下手です。実はもっとペラペラになると思ってたけど、やっぱり日本語難しい。でも難しいより僕は一生懸命で勉強しない。だからね。どうも。僕の本当の名前はソヘルです。でもニックネーム、真ん中のネームはオズ。だからみんなオズと呼んでます。学校でも仕事でもどこでもみんなオズという。だから皆さんオズでよろしく。僕はカナダ人です。カナダのトロントから来ました。生まれたもトロント、ずっと22歳までトロント住んでた。その後大学終わったらやっぱりどこか行きたいから日本、仕事のために英語を教えるために来た。最初は愛知の名古屋働いてた。実は僕の歴史、日本の歴史は長い。名古屋で2年3年ぐらい働いて、日本人の女の子と結婚してまたカナダ戻った。でも2年3年ぐらいカナダ住んで、やっぱり日本がいい、日本が好きだからまた日本行きました。でも名古屋じゃなくて、今回は仕事はジェットプログラムという英語の ALT の先生の仕事を見つけて、会社から北海道行ってくださいのお願いして、北海道で住んでた奥さんと一緒、日本人の奥さん。理由は多分他の動画で教えるけど、ダメになって離婚して、奥さんは名古屋戻って、僕は北海道出て千葉来た。その後ずっと千葉で住んでる。幼稚園の英語教えるの仕事で働いてる。それだけかな。僕と一緒に犬も猫も。犬は奥さんと一緒にトロント住んでた時飼って、北海道まで一緒に行って、その後離婚の後も一緒に千葉来た。これメープルです。メープルはカナダの犬。ここは匂いしたら本当はメープルシロップの匂いある。Right? You smell like maple syrup, right? 甘い。ね。そして仕事行った時野良猫を見つけて、本当は猫あまり好きじゃない、欲しくなかったけど、可愛いすぎでやっぱり飼っちゃった。猫の名前はカイデ。カイデは日本語で英語だったらメープルね。だから同じ名前でもカナダのメープル、カイデはどこいるわかんないけど日本のメープルです。最初はちょっと喧嘩と仲良くならないと思ってけど、すぐ仲良くになって今す
ごくいい友達。時々一緒に寝てる、遊んでるとか。Do you like 楓ちゃん？ Yeah? そうそう。ちょっと。ね。大体みんな聞くはなんで日本来た。大学終わって会社入って、会社やっぱりあまり好きじゃなくって、そしてずっとカナダにいた、トロントで住んでたから、全然違う文化も知らないと、トラベルも全然してない、カナダとアメリカしか行ってない。職場の人からおすすめは、多分ヨーロッパやアジアで英語先生の仕事いっぱいあるから、それ頑張ってみて。英語、実は大学の専門は英語だった。英語 文法とかじゃなくて、literature、I don't know、小説わからない。それは日本語わからない。シェイクスピアとか本のこと。英語を教える思わなかった。ネットでちょっと調べて、やっぱりいいね。お金ももらう、違う国も見れると、他の文化で住むもできる。いろいろアジアの場所調べて、最後に日本は決めた。国も安全、お金もカレンシーエクスチェンジ、日本語わかんないけど、アメリカ、カナダのお金と日本の金大体同じから問題来ない。そして寿司、食べ物も好き、日本のと実は入ってた会社はイオン。その時イオンの CM でカメロン・ディアス出てた CM で、カメロン・ディアスのことすごく好きで、じゃあ日本行くかな決めて、日本最初は1年だけ行くと思って、でも日本好きになってずっと住んでる今。テレビも見ない、映画も音楽もそんなに見ない、聞かない。何やったかな。実は日本最初来た時、トラベルしか趣味なかった。いろいろ場所行って、街行って、日本の中も日本の周りもいろいろ国行って、トラベリングの興味になった。そして日本だったら一番面白い趣味はカラオケ。音楽好きだからだいたい1週間に1回ぐらいカラオケ行く。最初日本、名古屋来た時全然しなかった。ダメだった日本語。僕の職場の人も英語の外国人みんな英語をしゃべる。日本人の友達全然なくて、休みの日もどこでも何も日本のことをしなくて、友達だけと遊んで英語を話す友達。日本語全然わからなくて、奥さんも英語はペラペラだったから、カナダ引っ越して日本語大体ゼロだった。でも2回日本来て北海道行って、北海道で僕の町、すごくちっちゃい町、多分誰も知らない町、あそこで外国人3人しかなかった。ALT の小学校、中学校と高校の LT しかなかった。周りの人みんな日本語だけ、英語わからなくて、会社の人も友達も周りの近所の人もみんな日本語しかわからないから、どんどん日本語無理で勉強になった。でも教科書とかそれじゃなくて、普通で外行って、レストラン行って、カラオケ行って、飲みに行って、いろいろ人に会って話して、それでスピーキングはちょっとうまくいった。日本語勉強全然しない。そのためにこの動画作ってる。これから毎週1回ぐらいこれみたいな日本語話の動画作ってみたい。話すことあるメポ？ない？じゃあ終わりましょう。みんなこの動画今まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらこの動画好きだったらサムズアップとシェアして
そしてもし僕のチャンネルフォローしたい、ぜひ登録してくださいね。英語を勉強したいと、ぜひ僕の英語チャンネル、Aussie Awesome というチャンネル、ぜひ見て登録してみてください。あそこの動画、多分この動画よりもっと面白い。じゃあ、また来週かな。Peace。